色の部分と透明な部分のコントラストでこう模様を見せるっていうのが江戸切子の特徴になりますね。一番は集中力。やっぱりしっかり集中してないと。石塚さんにとってはい。江戸切子とは何でしょうか？トシジャパンチャンネル。江戸切子作家の石塚さんにお話をお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは店舗兼工房ですか？あ、そうなんですよね。前側が店舗になってて、後ろ側が工房になってて、後ろで作ってるって感じですね。お店の名前を教えていただけますか？ローマ字でいろはっていう名前になってます。美しい江戸切子が並んでいるんですけれども、江戸切子の魅力や特徴について教えていただけますでしょうか？色がついているガラスっていうのが特徴で、色がついていて、こう、やっぱり江戸切子をこう削る作業になるんで、削るとその透明な部分が出てくるっていうところで、その色の部分と透明な部分のコントラストでこう模様を見せるっていうのが江戸切子の特徴になりますね。とても美しいので、はい、実際に使うのがもったいないような気がして、はい、飾っておくもののように思ってしまうんですけれども、その辺は作り手さんとしてどう思ってらっしゃいますか？基本的にはそのお買い上げいただいたお客様の、ご自由にしていただいていいと思いますし、キラキラとして華やかなんで、インテリアとしての使用価値とかも全然あると思うんですけど、実用性が全然あるんで、そのグラスとして普通に使えるグラスにはなってるんで、普通にその飲み物をお飲みになることは全然可能なので、できれば使っていただくと、その今までその使っていたグラスとのその違いとかを感じていただけるんじゃないかなっていうのは思ったりするんで、使っていただくと一番その価値がわかるんじゃなかろうかとは思っております。名称がですね、江戸切子ということで、江戸とついていますけれども、これはあれでしょうか？江戸発祥ということ。そうなんですよね。江戸時代に1834年に江戸の小伝馬町っていうところで、なんかガラス屋さんがあったんですよね。ビードロ屋の加賀谷久兵衛っていう人が始めたっていうのが発祥とされてて、だからその今までずっとその江戸切子っていう名前で、登録されてますね。とても美しいのですけれども、この江戸切子の作り方について、簡単に教えていただけますか？わかりました。ちょっと物でいいですかね。最初はこの状態。この状態が、この状態までは僕ら作ってないんで、この業者さんからこの状態のガラスを買うんですけど、色が外側についていて、内側が透明なガラスっていう、こう2層のガラスにもうすでになっている状態なんですよね。内側が透明で、外にこう色がついている、そうです。こう2層になっている。2層になってるガラスなんですよね。わかりました。そこからこう、割り出しって呼ばれる。ざっくりとした基準。こう、縦と横だけなんですけど、基準になる線を、縦と横の線だけこうやって引いていくっていう作業が、まず入ってきますね。で、その後に、こう、粗ずり。ざっくりと、軽く削っておく。最初はかなり粗い番手でザクッと削っちゃうっていうのが、この粗ずりになりますね。で、中ずり。ちょっとさっきよりもこう表面が若干滑らかに、なってくると思うんですよね。っていう工程を経て、石掛けっていう、今までこうダイヤモンドホイールでこうザクッと削ってたんですけど、今回この場合は道具変えて、石でかなりこう滑らかに、もう半透明になるぐらいまで削るっていう。で、ここまでが削る作業で、その後、こう表面をこう、こすって磨くっていう作業を経て、ある程度こう江戸切子として完成するっていう。こちらがもう完成品。そうですね、これ完成品になりますね。綺麗ですね。これだけの工程がかかっちゃう。そこにも、そこ、模様が、そうですね、底菊ですね。
結構工程も多いですね。そうなんですよね。やっぱ一本一本削るし、じゃあ一回ガリッと削ったらもうそれで終わりってわけじゃないんで、その一本を何工程もかけてやらなくちゃいけなかったりするんで、だからどうしてもその手間はかかってきちゃうんですよね。この江戸切子作り、はい、一人前になるためには何年ぐらいかかりますか？10年はかかるんではなかろうかっていうのは思いますかね。下働きとかも経てみたいなこととかがあったりするんで、まあまあ時代によって結構変わってきたりするんですけど、昔の方が結構長かったですかね。一人前になるまでには。独立できるまでに最低10年。まあ10年以上かかるということですよね。石塚さんは何年勤められて独立されました？20年前の工房でお世話になって独立させてもらったんですよね。じゃあもう大ベテランですね。いや、そうでもなくて、まあ一通りのことはできるんですけど、なんか全部できてるかって言われたら、なかなかそうでもないし、ここにこうやって飾ってあるこのグラスの形状はできますけど、なんか新しい形状になったら、やっぱりそこはそこでまたなんか、なんていうんですかね、あ、ここってこうなんだとか、見えてない部分がやってみると分かったりとかっていうのがあるんで、全部できるって、豪語できるほどじゃないですね。20年過ぎやったとて、ある程度できますけど、完璧ですってなかなか言い切れないところはあるかもしれないですけどね。はい。江戸切子作りの難しさというのは何でしょうか？一番は集中力。やっぱりしっかり集中してないと太さが変わっちゃったりとか、間違っちゃったりとかってあるんですけど、なんかやっぱりそれを毎日やるし、ずっと一日やるしっていうので言うと、で、一個ずつ作ってるわけじゃないんで、ある程度の数をまとめて作ったりするんで、そうすると、同じ作業を一日ずっと続けるとか、そういうことが結構普通なんで、同じ作業を一日続けるのって、結構集中力が必要だったりするんですよね。石塚さんがこの江戸切子の世界に入られた理由やきっかけについて教えていただけますか？はい。全然その美術とかそういう関係では実は育ってなくて、本当に大学までは4大の文系だったんですよね。基本的にはその文系の4大の人たちはやっぱ、基本的にサラリーマン、会社員になったりするっていうのは普通だったし、なんかそういう説明を受けたりもしてたんですけど、全然しっくりこなくて、何って言われたらやっぱものづくりとかは楽しそうって、そんなになんか深く考えてないんですけど、なんか作ってんの楽しそうみたいなの思うし、でそこでそのなんか伝統工芸とかなんかものづくりみたいなことをなんか調べていくうちに江戸切子に出会って、で人づてで江戸切子のその職人さんとかと会っていくうちに、前の工房の親方と知り合うことができて、そこで入らせてもらって、そこからスタートした感じですかね。実際に江戸切子見たときに、これ作りたいなって思ったんですか？そうなんですよ。一番惹かれたんですよね。これがいいな、みたいな。もう江戸切子作りの職人になるんだ。という強い思いが生まれたということですね。そうですね。だから、なんか職人の世界だから、怖いだろうなって思いました。おられたり、20何年前とかなんで、まだ殴られるかなとか、いや、わかんないじゃないですか。職人って。今まで見たことない世界だから、バイトとかはしてたけど、バイトでさえ怒られるんだから、それね、仕事にするわけだから、すっごい怖いのかな、みたいな。もしね、割ったりしたら怒られちゃうかなとかね。すごい殴られるのかなとか、ある程度覚悟は決めて、もう怒られてもなんか逃げないように頑張るみたいな気持ちではいました。
実際入ってみていかがでした？全然そんなことなかったですね。そうですか。うちの親方は、本当になんか、面食らうぐらいに、優しかったですね。怒られたことないんじゃないですかね。よく職人の世界って見て盗めとか、教わるもんじゃない、みたいなことってよく言われると思うんですけど、めちゃくちゃ教えてもらったし、全部手取り足取り教えてもらえるぐらいの感じだったし、楽しかったっすよね。本当に、お金もらえて、いろいろ覚えられて、生活もできて、で、夜とかになると、一人暮らしだったんで、夜ご飯あんのって、たまに聞かれるんですよね。いや、ないっすね。って。で、なんか、食べるって、出前取ってくれたり、で、工房の上2階部分が、一応そのキッチンみたいなのあったんで、で、料理も好きだったんで、親方。スパゲッティ作ったから、食べてけばとか、優しいですね。優しいっすよね。優しかったですよね。そうすると、まあ仕事して、ご飯食べて、ね、帰って寝るだけみたいな感じじゃないですか。贅沢だなと思いますけど、今思えば。でも本当にそういう親方だったんですよね。本当になんか、こう言っちゃあれですけど、大事に育ててもらえたみたいな気持ちはありますね。まあそこに導かれたんだと思うんですけれども、とてもいいところで修行された。そうですね。自分ではそう思ってますかね。感謝されてるんじゃないですか。感謝してますね。こんだけになれたのって、親方だけじゃなくて、その会社全体としても、本当に会社全体として育てるっていう会社だったんで、工房だったんで、そこは本当に感謝してますよね。その前の修行先の工房には。話は変わりますけども、石塚さんのご趣味っていうのは何ですか？まあ昔からやってる趣味で言うと、釣りですかね。釣りでも、もう渓流だけなんですけど、要するに上流部、川の最上流部でヤマメ、イワナ狙うみたいなのが趣味ですかね。本当に上流の方まで行かないとヤマメ、イワナの区域にならないんで、本当に山のてっぺんみたいなところに行きますね。作品作りでヒントになるようなことってあったりしますか？僕は結構幾何学的な模様とかが好きなんで、街の風景だったりとか、街にある模様だったりとか、人工物の方から割とその制作のヒントを得ることが多いような気がしますね。街歩きをしていたら、例えば、あれは江戸切子のデザインの一部になりそうだとか、そういうのを発見するんですか？結構ありますね。作られた作品が賞を取られたこともあると聞いたんですけれども、そこを教えていただけますか？賞を取ったフォーリングっていう作品とかは緑の花瓶で、さっき言ったようにその人工物から着想を得てるっていうのがあれがまさにそうで、あれは別に街の風景ではなかったんですけど、コンピューターグラフィックのポリゴンデザインとかっていうのを昔からだからそう深く残ってたんですよね。なんかこうポリゴンデザインでなんていうんですかね、3D でなんか制作するなんか人の顔とかが点と線で人の顔を制作してたりとかっていうのをなんか見たことがあるなみたいなのはあって、でそれを見てたんで、点と線なんで江戸切子でいけそうだなみたいなのと、まあ一応ね、その作品なんで今までにないようなものを作りたいっていうのはまあ常にあるんで、それが全部つながってこれだっていうのがあの作品でしたね。とても美しい作品ですよね。ありがとうございます。石塚さんにとって江戸切子とは何でしょうか？ 2年間、工房
独立させてもらってやってて、なんかすごく思うのは、はい。僕と誰かがいて、それつなぐのが、もう2年間ずっと江戸切子なんですよね。だから、なんか他のその世界と僕をつないでるのが、今のところ江戸切子。まさに江戸切子でつながっているお客さんともそうだし、他のその取引様とも江戸切子でつながってるしっていうのを考えると、なんか僕と世界をつないでるのが江戸切子ですね。なるほど。そういう意味で言うと。はい。そうですね。はい。今日のインタビューも江戸切子というキーワードでね、石田さんと私が出会ってるわけですよね。本当すべてをつなげてくれてるのが江戸切子って感じですね。はい。石塚さんの将来の夢とか計画とかがありましたら教えていただけますか？はい。まあ理想みたいなことで言うと、やっぱり一応この工房があって、販売する場所があったりするので、本当の理想は、やはりお客様に、まあ、見つけていただいて、工房に、ここに足を運んでいただいて、会話の中で購入していただいて、で、持って帰って使っていただく。そうすると、もう作ってるの僕なので、僕の顔までわかるし、なんか一連のストーリーが完璧になるというか、要するに足を運ぶことから始まってるとかっていうことを考えると、本当の理想は、ここに来てお買い上げいただいて、長く、こう、使っていただくっていうのが理想だし、なんかそれを目指して、なんかいろいろ進めてる感じですね。作家さんとして自分で作られた江戸切子、お客様に直接手渡したいというような、そういう思いなんですね。そうですね。例えばデパートさんに置いたときに、ライティングはどうでとか、ここに置いてくださいとかもなかなかできないし、そういう意味で言うと、なんかセルフプロデュースですけど、すべて自分で決めた空間がここだったりするんで、だからすごくかっこよく言っちゃうと、なんか僕の世界観がここにあって、その世界観の中に入ってきていただくみたいなのが、それですごい喜んでいただけるのが理想、最終形態なのかなっていうのは思いますね。個人的な計画とか夢とかはございますか？釣りの話したと思うんですけど、母親の実家が栃木県の北の方にあって、今誰も住んでないんですよ。で、家の後ろが山なんですよ。で、家の前が川なんですよ。で、渓流なんですよ。で、ロケーションが、なんですかね、こうパッと日本の田舎を思い浮かべてくださいって言われた時に思い浮かべられるような田舎なんですよ。すごいいい場所なんで、そこに江戸切子飾ったりして、なんか、イベントとかやれたら、すっごいいいだろうな、みたいなことは思いますね。夏とかすごい良くて、そこはいいっすね。あれはやれればやりたいっすね。いくらかかるのかなって思うから、なかなか難しいけど。その夢に向けて、これからも美しい江戸切子、どんどん作っていただきたいと思います。頑張ります。実はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.